皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回は JLPT-N1 の言い換え語彙を、4問ほど用意したので、ポッドキャスト形式で説明しながら、リスニング能力も一緒に鍛えながら語彙も一緒に増やしていきましょうということで、早速問題に移っていきたいと思います。1、この事件に関して新聞とテレビでは伝え方が若干異なっている。下線部の語彙と同じ意味の言葉を1から4から選んでください。1、ほぼ。2、やや。3、うんと。4、あえて。はい、これ答え2番、ややです。まず若干っていう意味なんですけど、これは、少しっていう意味ですね。a little みたいな、ちょっとっていう意味で、ほぼ、やや、うんと、あえての中から選ぶとすると、これはややになります。で、ややも少しとかちょっとっていう意味になってくるので、もうこれは答えは1個しかないです。で、似てるとなればほぼなんですけど、ほぼは少しっていうよりかはほとんどとか大体同じみたいな意味になって、伝え方が若干異なっているっていうのは本当に敬語かタメ口かの違いとか、なんか本当に少しの違いなんですけど、ほぼ異なっているってなるともう言語が違うレベルですね。もう本当に言ってることが全然違うっていう意味になってます。で、うんと異なってるっていうのもこれはほぼと同じで、なんかおばあちゃんとかおじいちゃんがよく使う言葉で、もうこれうんと昔に起きた話なんだけどとか、うんと大きくなったねとかおばあちゃんとか言います。で、次あえてっていうのは、やらなくてもいいんだけど、分かりやすくするために、あえて、ジェスチャーを使うよとかで、この本文自体難しいことはないので N1 を受験される方であれば余裕でわかる問題なのかなと思います。次、2番、ファッションショーを見に行ったがありふれたデザインの服が多かった。1、平凡な。2、半端な。3、粗末な。4、軽快な。答え、これは1番の平凡なです。このありふれたとか平凡っていうのは普通っていう意味になってます。みんなが着てるようなとか、昔からこういうデザインの服多いよねっていう、もうありふれたデザイン、ユニクロとか GU とかそういう服のことを指す時に使いますね。半端なっていうのは、なんか学生が作った服とか、まだプロとして表に出すべきではないような服、細かいデザインのところだったり機能とか、なんかちょっと完璧じゃないなっていう時に使う言葉、半端な服っていう風に使います。で、粗末なっていうのは、半端なよりももっとクオリティの低い服を見た時に使う時の単語で、穴が開いてたりとか毛がほつれてたりとか、サイズが左右均等じゃないとか、もう本当に粗末ですね。雑なとかそういう意味になってきます。で、軽快なっていうのは、軽快なっていう意味なんですけど、まずこれ軽い動きっていう意味で、軽快なデザインの服っていう言葉を使いたい時は、なんか運動する時とか、もう本当に布どこに使ってるのとか、めちゃくちゃ軽そうな服、運動に適した服を指す時に、軽快な服だね、軽快な服だねとは言わないんですけど、あえて使うなら、そういう風になります。服には使わないんですけど、例えば軽快な動きとか軽快なステップで仕事場に行くとか、軽快なジャンプで気分良さそうだねと、そういう時に使う単語になってます。次、3番、生命保険について話を聞いたが
ややこしい説明が多くて理解できなかった。1、厳密な。2、複雑な。3、無難な。4、膨大な。答え、2番複雑なです。もうこれややこしいは複雑っていう意味ですね。よくわからないとか難しいとか、そういう意味です。ややこしいは。で、厳密なっていうのはなんか漢字見た感じ難しいとかいうややこしそうだなと思うんですけど、厳密っていうのは厳しくて細かいっていう意味なんですよ。なんで日本人がよく使うのは厳密に言うととか、そういう使い方をしますね。厳密に言うととかよく使います。厳密な審査とかそういう時にも使います。なので厳密な説明っていうのは、厳密な説明が多くて理解できなかったっていうのも使う時もしかしたらあるかもしれないんですけど、そういう時の意味は説明が細かすぎてよく分からなかったっていう意味になります。で、複雑なは説明が難しくてややこしくてよく分からなかったっていうので、3番の無難なは、無難っていう意味はまず危険のない平凡っていう意味になります。無難な説明理解できないわけはないので、ここも全然違う、平凡な説明とか、デートに服着てくのはなら夏は黒 T が無難だよねとか、わざわざ赤い T シャツを着てくよりかは黒い T シャツを着てった方が平凡で、危険がないよねっていう、そういう時に使ったりします。で、次最後膨大なっていうのは漢字でわかると思うんですけど、もうどんどん大きくなってくるっていう感じに見えるんですけど、割と、イメージ的にも合ってるんですけど、もうすんごい説明書が30ページぐらいあるような時に膨大な説明っていうんですけど、膨大な説明が多くてっていう、多いっていう単語がね2連続で使われてるんで、この時点で違うなと分かってほしいんですけど、全然ややこしいっていう意味にもなってこないので、これも違います。で、最後4番、経営資金が尽きてしまい銀行で借りなければならなくなった。1、手を切って。2、底をついて。3、口が滑って。4、目に留まって。答え、2番の底をついてです。これは逆に分かりやすいのかもしれないです。経営資金が尽きてしまいっていうよりかは、経営資金が底をついてしまいっていうのがよく使われるので、これは文で熟語で覚えてる方が多いのかなと思います。手を切ってっていうのは言い換えもクソもないですね。もう物理的にもう手首を切ったり手を切ってカッターとかで手から血が出る時に手を切ってっていうんで、そうこういうところで言い換えされる熟語ではないです。たとえあったとしてももう僕が知らないんで、なかなかマニアックな日本語なのかなと思います。で、底をついてっていうのは、貯金が底をついて生活が苦しいとか、アイデアが底をついて会議が行き詰まったとか、もう何もなくなったみたいな意味ですね。で、尽きてっていうのももうなくなったっていう意味なんで、ここは同じ意味になってます。で、次、口が滑ってっていうのは、口が滑るっていうのは日本語独特の特有の言い方かもしれないんですけど、言っちゃいけないことを言ってしまう時なので、こういうふうに僕今ペラペラいろいろ喋ってるんですけど、こういう時にもう勢い余って言っちゃいけない僕の私生活のやばいところとかを、もうこういうところでブルブルって口を滑らせてしまうとか、僕の友達にもよくいますね。口をよく滑らして言うなよって言ったことを、言ってしまう人、これはもう完全に口滑らしてますね。はい。秘密を守れないっていうのはもう口を滑らせてしまってる、あるいは意図的にやってるかどっちかなんですけど、そういう時に使うものです。言っちゃいけないことを言ってしまう時に、お前口滑らせんなよとか言います。で、最後、目が止まって。これは例えば街中でイケメン美女とかを見た時に、やばい、
今目が止まったとか、目を引くとも言いますね。目を引くの方がどちらかと言ったら多いですけど、そういう時に目が止まって目を止まってと使います。はいということで、今日は言い換え語彙のところを4問用意したんですけど、どうでした？意外と簡単でしたか？それとも難しいのか？なんかそこら辺の海外の方、日本語学習者が見て、こういう漢字が今回多かったと思うんですけど、こういう漢字を見てある程度意味を予想できるのかとか、あとは本当に、ごちゃごちゃしててわからないのかっていう、そういうところを意見としていただいたら、今後動画が作っていく上で参考になるので、なんか漢字に対するイメージとか N1 に出てくる漢字の難易度とかをコメント欄で教えていただいたら、助かります。ということで、今日も JLPT-N1 の問題を一緒に解いて頭をパンプアップしたと思うので、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。